工房では型紙販売をしていますが、フリーサイズ設定でも小さいとか大きすぎるという方も多いと思います。今回は副工房の型紙のこのナンバー8を使ってサイズを大きくする寸法を説明します。ナンバー8はバスト寸法が113で7から15号の方に着ていただける設定ですが、7から15号はバストにして7号は80センチ、15号は92センチなので寸法差が12センチということになります。7号の方がこれを着ると15号の方と比べてだいぶ大きい感じに見えて、15号の方は逆に小さい感じに見えるっていう、その範囲内ではいい着こなしはできるんですけど、もっとゆったり着たいとかもっとコンパクトに着たいっていう方のためにサイズ展開の方法をちょっと説明しようと思います。今回は大きくするという方法をしてみたいと思います。大きくする寸法が4、5センチであればバストだけで1センチとか平行にで袖幅も大きくするという方法でいいと思うんですけど、だんだんそれ以上になると10センチっていうことになるとこの辺りでもちょっと大きくした方が良かったり、袖も鎌底を下げた方が良かったりということがあるので、今回は10センチ大きくするやり方を説明しようと思います。10センチ大きくするのにこの間で2.5センチ、この間で2.5センチ大きくするとぐるりで10センチ大きくなります。副工房の型紙ではここが肩の位置ということになるので、ここまでのこの辺りで切り開きます。あと脇のここで切り開きをします。で、切り開きをする線は前中心、後ろ中心と平行に線を取っていきます。中心から15センチ。とアームホールの下のカーブをしている部分で切り開きます。ちなみにここはこの線から 10.5 センチ。後ろもラインを入れていきます。このアームホールの下のカーブ部分です。12.5。これでこの線で切るんですけど、切る前に中心線から直角の線も1本引いておきます。この線をまたがった方がいいです。
この線を切ります。前が切れました。これでここで1センチ切り開いて、ここで 1.5 センチ切り開くと合計で 2.5 センチ切り開かれることになります。この間に紙を入れて、貼っていこうと思います。開く分よりもプラス2センチで切っておくと貼りやすいので、1センチ切り開くので、プラス2で3センチちょっと先に紙を切っておきます。これが中心の部分です。で次、1.5 センチなのでプラス2で 1.5、3.5。まずこれを貼っていきます。だいたい1センチぐらい重なるように文鎮を置いて切っていきます。これで開く分の1センチの平行線を引きます。そして中心線と直角に引いた線を伸ばします。この伸ばした線上に次の線が来るように合わせてちょっと文鎮で押さえておきます。これでまた貼ります。これで1センチが開かれました。次はここで 1.5 センチ開きます。と同じ要領です。紙に折り目がついてたりするものは一度アイロンで紙を伸ばしてからするといいと思います。今度はここは 1.5 センチなので 1.5 センチの平行線を引きます。で中心から直角に引いた線を延長します。この延長した線上に来るように合わせてこれでバストはここからここまで 2.5 センチ大きくなりました。次にアームホールを下げるんですけど、バストが大きくなったら腕もちょっと太くなってる太い人が多いのでアームホールも下げようと思います。今回は 1.5 センチ下げます。もともとの線はこれと
これなんですけど、ここに向かってこの元の線に似たようなラインでつなげていきます。ちょっと薄く線を引いてみます。このぐらい。こんな感じで引きました。あと肩のここのラインですけど、ここは元あったもの同士を薄く直線で結んで、その真ん中を通るようにラインを引き直します。こんな感じです。裾も同じで、裾のラインも開いたところ同士を直線でつないで、その真ん中を通るようにラインをつなぎ直します。ポケットは同じものを使ったらいいので、1センチ開かれたものを脇でカットしてください。ここペケペケです。後ろ身ごろも前身ごろと同様に切り開きをしました。次はお袖を開いていきます。次はお袖を展開していくんですけど、肩の下がったデザインの時には、袖の製図はこういう風に製図をしていくので、浜底が下がった分はここで切り開くということになります。なので 1.5 下がったので、ここで 1.5 センチずつ切り開きます。これも中心線と平行に線を入れていきます。だいたい真ん中ぐらいで10センチにします。中心線と直角の線を先に引いておかないといけなかったです。中心線と直角の線を先に引きます。引いてから切ります。開いていきます。1.5 センチずつ開くので 3.5 センチの紙を用意します。長さが足りる分ほど。これで 1.5 センチの平行線を引きます。直角の線を延長して合わせてまた貼ります。これで
幅で 1.5、1.5 なので幅で3センチほど、今広くなっています。これでまず袖幅の鎌底同士をつなげてこう線を引きます。今度はここで下げた分はここで開いたので、今度ここで開いた 1.5 センチの分をここで下げて大きくしていきます。1.5 センチ平行に下に線を引きます。これで身ごろのここからここまでがもう一度測って17センチ。これは大事です。きちんと測ることが。で、ここから17センチを取っていきます。このラインに似たようなラインでつながりよくこの 1.5 下がったこのピンクの線に向かって17センチを取ってきます。このぐらいで似たような形になります。この位置をしっかり覚えておいて、もう一度ちゃんと17センチあるか測ります。 OK ですね。これでここからの合い印の位置も測ってつけておきます。これが変わります。ここに変更です。次に後ろも同じように、ここからここまでをまず測ります。第1合い印、第1ノッチっていうんですけど、第1ノッチから鎌底までの長さを測ります。アームホールはずれちゃうととても縫いにくいので、必ず寸法は合わせてください。これは 18.5 センチ。18.5 センチを元のラインに似たようなラインでこの線につなげます。もう一度測ります。ここからここが 18.5 センチ。これでこの合い印のまでの寸法を測って袖にも入れます。
とは袖下の線を引いていきます。袖口はここで 1.5 ずつ開いたのでぐるりで3センチ大きくなってるんですけど、3センチ大きくなって29センチなので、大きいサイズだとこのぐらいあってもいいと思います。袖口も直線でつないだ真ん中を通るようにして線をつなぎ直します。袖下は真ん中の合い印のあたりにつながるようにつなぎ直します。こんな感じです。これで縫い代をつけていきます。元の縫い代の付け方と同じように先に縫う方を延長して縫い代をつけます。で袖下も縫い代をつけたら、ここで直角につけます。前も同じように袖下ではなくアームホールを延長させて、これに先に縫い代をつけます。次袖下に縫い代をつけて、の延長した交点からは直角に上げておきます。身ごろの方も縫い代をつけていきます。縫い代はお袖を先につけてから脇を縫っていくので、先に縫うお袖の方を延長して、それに対して1センチのまず縫い代をつけます。脇の縫い代はこう1センチついているので、ここから直角に縫い代つけておくと縫いやすいです。前身ごろも同じで、先に縫うアームホールを延長して、それに対して縫い代をつけて交点を直角にしておきます。これでバストを10センチ大きくする修正ができました。どこでどのぐらい大きくしたいかっていうことを自分なりに考えて、こんな風に開いていって、身ごろを開いたらお袖も大きくしないといけないっていう風なことを考えながら大きくしていってもらうと、型紙を修正しやすくなると思います。皆さんもやってみてください。